ソクラテス大先生は前5世紀から前4世紀の古代ギリシャアテネの哲学者で、プラトン先生の先生です。絶対的な真理を求め、問答法によって人々に無知の知を自覚させようとしましたが、誤解されて死刑の判決を受けました。そして逃げることをせず、自分から毒を飲んで亡くなりました。そこの君、正義ってなんだろうね。アシカ、ソクラテスじゃよ。突然変なこと聞くなってか。すまん。いやな、こんなことがあったんじゃよ。聞いてくれるかの。わしの友人が神様のお告げを聞いてきよったんじゃ。それによるとな、ソクラテスほどの知恵者はいないそうなんじゃ。しかしわしは何も知らん。そこで知恵があると評判の人たちに会いに行ったんじゃ。話してみて、もし彼らの方がわしより知恵があると分かれば、お告げが間違っておったことになるじゃろう。話してみると、確かに彼らは自分の専門については知識がある。政治家は政治のやり方、作家は物語の書き方、職人は物を作る技術についてな。しかし専門に関係なく、どう生きるべきか、正義とは何かについては知らんかった。ところがな、彼らは自分は知っていると思い込んでおった。そこではたとわしは気がついたんじゃ。彼らもわしも人間がいかに生きるべきかは知らん。しかしわしは知らんことを知っているが、彼らは知らんということを知らんのじゃ。つまりわしが知らんことを知っていること、いわば無知の知じゃな。これでわしは彼らより知恵があることになる。これが神様のお告げの意味だったことに気がついたのじゃ。さあ、わしは市民のもとに行かなければ。そして市民と問答をして、彼らに無知の知を自覚させて、共にどう生きるべきか考えるんじゃ。プラトン君がわしの対談集を書いてくれるそうじゃ。よかったら読んでくれ。それじゃわしは行くぞ。さらばじゃ。プラトン先生はソクラテス大先生の弟子で、大先生を主人公に多くの対話編を書きました。本当に存在するものはこの世界ではないところに存在するイデアだとして、西洋思想の基本的考え方の原型を作ったのです。どうも、私がプラトンです。それではイデアを説明するために、ここにいくつか図形を書きます。さて、どれが三角形でしょうか。もちろんすぐにお分かりですね。でも本当はこれは三角形ではありません。だって三角形は内角の和が180度でなくてはいけません。でもこれは多分そうはなりません。歪んでいます。それでも皆さんは三角形と円や四角形が区別できました。消しちゃいました。さっきの三角形と円と四角形は人間の歴史上、いや宇宙の歴史上消えてしまったのです。二度と全く同じものは書けないですよね。もう一度三角形を書きます。さっきの三角形とは随分違います。それにこれも正確には三角形ではありません。でもやっぱり皆さんは円ではなくて三角形だと判断できますよね。なぜでしょうか。どうしてさっきのもこれも三角形だと判断できるのでしょうか。それは私たちが三角形とは何か、あるいは円とは何かというのを知っているからです。それがイデアです。さっきの三角形や円がもうどこにもないように、現実のものはいつかはなくなります。でもイデアはなくなりません。だからこのイデアこそ本当に存在するものなのです。
アリストテレスさんはプラトン先生の弟子でアレクサンドロス大王の家庭教師をしていたことがあります。プラトン先生の理想主義的なイデア論を批判して現実主義的な立場を取りました。さまざまな学問を分類して万学の祖と呼ばれ、後の時代に多くの影響を与えました。私はアリストテレス、プラトン先生の弟子です。私の前を歩いているのがプラトン先生です。私は先生のもとで20年ほど学びました。でもプラトン先生の考えには私は疑問を持っています。先生はこの世界を超えた世界にあるイデアが本当の存在であるとしました。この世界と違う別の世界にあるイデアとこの世界にあるものがどう関わりを持つことができるのでしょうか。さらにこの世界は常に変化していますね。変化することのないイデアで運動や変化を説明することはできません。私は物の本質は別の世界にあるのではなくこの世界にあると考えます。そのようなものの本質を私はエイドス、形相と呼んでいます。それは物に内在していて形を与えているのです。つまり物の本質はヒュレー、すなわち質量とともにあります。この彫刻は女性の形を与えているエイドスとヒュレーの大理石とがともにここにあるのです。だから例えば彫刻家は大理石の中にある彫刻のエイドスを掘り出しているのです。大理石の中に可能体として存在していた彫刻を彫刻家が掘り出すことによって彫刻は現実体となります。こう考えると運動や変化も説明することができますね。ルネサンス時代にラファエロさんがプラトン先生と私を描いてくれました。先生は指で点を指し、私は手を前に出しています。先生と私の考えの違いを表しているのですね。私は様々な学問について研究し、分類しました。私が去った後、私の原稿を整理してくれた人がいます。その人は私の本質についての原稿を自然についての原稿の後に置きました。そこで自然学フィジカの後、つまりメタに置かれたためメタフィジカ、英語ではメタフィジクスと呼ばれるようになりました。日本では翻訳するときに中国の古典から言葉を借りてきたようです。形而上学、えらく難しい言葉ですね。おっと、バイトの家庭教師に行く時間です。アレクサンドロス君が待っているので、それではこれで失礼します。